皆さんこんにちは、さやこです。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。インスタのフォローやタグ付けなどとっても励みになってます。ありがとうございます。今日はこちらの T シャツヤーンを使った大きめのお花のキーホルダーの作り方をご紹介します。で、少しサイズが違うんですが、同じサイズのかぎ針で編んでるものになってます。で、なぜ違うかというと、糸によって開いた時の太さがちょっと違くて、白はこれくらいの幅なんですが、青は結構横幅があるので、その分大きくなる感じになります。で、こっちの白い方がちょっと細めの T シャツヤンの場合はだいたい8センチぐらいで、こっちのちょっと太めの T シャツヤンになると10センチぐらいになっています。はい、毛糸によってちょっとサイズ感が変わるのも作っていて楽しいポイントかなと思います。では早速始めます。はい、今日使っていくものは T シャツヤン 40g と7号の針、とじ針、セリアで購入したキーホルダー用のフックになります。はい、まず一番最初、針に糸をかけクロスさせます。で、引っ掛けて糸を締めます。はい、で鎖編み5回。5回編んだら一番最初の鎖編みに針を入れ引き抜きます。はい、引き抜いたら鎖編み2回2回編んで、ここの真ん中のスペースに針を入れ糸を持ってくる。で、この時に持ってきた糸を結構引っ張ります。2センチぐらい引っ張ったらこれを引き抜いて細編み。はい、でまた鎖編み2回して同じこの真ん中の丸のスペースに針を入れ糸を持ってくる。で結構引っ張ってで引き抜きます。はい、でまた鎖編み2回して輪の中に針を入れ引っ張る。で細編み。はい、今123回できたんですが、全部で5回なるまでこれを繰り返し編んでいきます。はい、全部で5回繰り返し編めました。そしたらこの鎖編み2回した一番最初の2個目に針を入れ引き抜きます。はい、そしたらこの次のローはこの鎖編み細編みしたこの隙間に編んでいきます。鎖編み3回して立ち上がって、でこの鎖編み2回と細編み1回の間に針を入れます。で糸を持ってきてここでも結構引っ張ります。さっきのローより引っ張れると思います。最初は鎖編み3回なので結構その長さと同じぐらい引っ張って、で針をかけ2回目後ろから糸を持ってくる。で3回目針に糸をかけ針を入れ後ろから持ってくる。4回目針に糸をかけ後ろから糸を持ってくる。針に糸をかけ5回目ラストですね、糸を持ってきます。で同じ長さだけ引っ張って結構力いると思いますが引っ張ります。でこのかかっているすべてを引き抜きます。はい、で鎖編み3回で同じスペースに針を入れ引き抜きます。はい、これで花びらが1枚できました。
もう一度やります。鎖編み3回して、ここのスペースですね、すぐ隣のスペースに針を入れ、糸を持ってくる。引っ張って、針に糸をかけ、2回目、後ろから持ってくる。針に糸をかけ、3回目、針に糸をかけ、4回目、針に糸をかけ、5回目、後ろから糸を持ってくる。で、引っ張って整えて全部引き抜きます。で、この時にちょっと針の角度をこうつけて引っ張ると、こうスムーズに抜きやすいです。はい。で、鎖編み3回。で、同じスペースに針を入れ、引き抜き編みをします。はい。で、2つ目できました。これを全部で6個になるまで編んでいきます。はい。最後の方まで編めました。今、鎖編み3回してて、一番最後はここのスペースに編んでいきます。で、同じスペースに引き抜いて、で、糸を切ります。で、この時に結構ちょっと長めに切ります。35センチぐらい残して切って、で、一度引き抜いて抜きます。はい。そしたら、ここの真ん中の部分作っていきます。はい。そしたら、まあ、これはあまり決まりがないんですけど、後ろから入れて、で、対象のスペースに最初はこう針を通していきます。で、あんまりキュッてやると形が崩れちゃうので、柔らかく針を通していきます。そしたらこの白い部分が見えなくなるようにこう埋めながら編んでいきます。本当にお好みになるので、こう綺麗になるようにこう編んでいきます。隠していきます。はい、こんな感じで隠せたら糸処理をします。こう一回スペースを作ったらそこに糸を通します。でキュッとしてで糸を隠します。
はい、できました。そしたらストラップのところを持ってきて、でこの長めに切った切れ端をこう半分に折ります。そしたらこの2つを輪っかに通して、この通したここの部分にお花と糸端を一緒に通します。はい、そうするとこう結べるので、ちょっと長すぎるので調節します。で T シャツヤーンは少し伸びるので、ここ結構短めでも重さでこう少し伸びると思うので、短めに、つけるのがおすすめです。これくらいですね。4センチぐらいかな。はい。そしたらまたこれも糸処理をします。でこの紐が出ているところ、同じところに糸を通して、で後ろに戻して糸処理をします。で糸を切ります。はい、これで完成になります。はい、動画最後まで見ていただいてありがとうございました。楽しんで作っていただけたでしょうか？気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。